皆さんこんにちは、ランタイムです。こちらはブルーティーのポータブル電源 AC200P っていうモデルのもので、 AC 出力が定極 2000W で容量も 2000Wh あって、 AC による高速充電、シガーソケットによる走行充電、あとソーラーパネルからの充電にも対応してるんで、車中泊最強のポータブル電源ではあるんですけれども、これちょっと一つ問題がありまして、というのが出力が 2000W もあるのに容量が 2000Wh なんで、がっつり電気に頼った車中泊っていうのが少々難しいのと、太陽光充電のボルト数が高めなんで、車の屋根にソーラーパネルを1枚積んだだけだったら充電できなかったりするんで、すごくいい電源なんですけども、ちょっと惜しいなというふうに思ってましたら、なんと今回そういった点をね、全て解消した AC200 が出るとのことでレビュー依頼が来ましたんで、今回はね、こちらの電源がどんなスペックのものなのかっていうのをね、紹介させていただきたいと思います。はい、ということでね、まずはこの本体の方を見ていこうと思うんですけれども、こちらがね AC200MAX っていうモデルのもので、基本的なスペックは前回とは変わってないんですけども、容量が 2048Wh で出力がね AC 最大 2200W に増えてます。だから前回のものより 200W ちょっとこっそり増えてますね。で、充電回数なんですけども、 AC200P が2500回以上だったのに対して、今回はね、実はバッテリーを少しいいものに変えてるらしくて、プレミアム版のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーっていうのに変わってるらしいんで、自由放電回数がね3500回に増えてます。で、拡張バッテリーをねつなげることで、容量が 2048Wh から 8192Wh まで増やせるんですけども、そこはちょっと後にさせていただきたいと思います。で、ここからはねちょっと機能を見ていこうと思うんですけども、電源オンで液晶パネルがつくんですけども、ここはね AC200 と全く変わらないです。タッチパネルになってるやつですね。で、 DC 出力なんですけども、ここにシガーソケットがあって、車載冷蔵庫とかたけるくんとかが使えるやつですね。で、この下側のやつが何か僕もわからない謎ポートです。海外でよく使われるものなのかな、ごめんなさい、ちょっとここはわからないです。で、隣も DC14V のポートなんですけども、あまり僕は使ってないやつですね。はい。で、ここが Type-C で QC3.0 で USB Type-A のものが2つありますね。はい。で、ちなみにこれら辺は全部同時に使用可能とのことです。で、こちらがね AC の出力なんですけども、通常の AC 出力が4ポートですね。と、さらにこれ国内で使われるのかな、ちょっと僕よくわかんないんですけども、キャンピングカーとかで使われてるのかな、謎の AC 出力が1つついてます。で、ここの部分に関しては AC200P は AC 出力が6個だったんですけども、こちらはね4つと謎ポートが1つっていう格好になってますね。はい。で、あとね、この上側にはワイヤレスチャージャーがついてるんで、置いたらねこんな感じで充電されてます。意外と早いです。はい。で、ついでにね、横の方も変化があったんでちょっと横見てみるんですけども、こちらの AC200P に対してこっちの AC200MAX はこの辺は一緒なんですよね。ソーラーパネルやカーチャージャーで充電する場所と、それから AC アダプターを接続する場所は一緒なんですけども、 MAX の方だけねこの部分があって、こちらにね拡張バッテリーをつなげて増設できるという風な格好になっているようです。ですんで MAX は拡張バッテリーをポンとくっつけれるのが簡単にできるようになっているバッテリーということですね。で、ちなみにどれぐらいのものが接続できるかっていう、実験なんですけども、とりあえず今ね DC の方だけつなげてみてるんですけども、たけるくんで炊飯をして USB にね3台の端末を接続して、でワイヤレスでね充電してるんですけども、この時のね消費電力が 137W ですね。もう全くね問題なく動いてる状況ではあります。で、同時にね AC も使えるんでちょっと使ってみようと思うんですけども、これ AC をオンにしたら、なんとねここで 70W ぐらい出てるんですよね。で、これなんでかなと思ったら、どうやらね IH クッキングヒーターってつなげてるだけでから 70W ぐらい消費するようで、これ後ろ抜いたらね 0W になるんで、 IH クッキングヒーター使わない場合はね線を抜いとかないと電池をどんどん食う機械のようですね。はい。ということでね、それを踏まえた上でちょっと使ってみようと思うんですけども、まずはね電子レンジから動かしてみましょう。今の消費電力が 70W なんですけども、これを回すと 1507W になりましたね。ちなみにね今この機械なんですけども、まだ試作段階のものなんで、ここ 110V が 120V しかないんですよね。ですけども製品版はここはちゃんと 100V なるそうです。ですんでね、今ちょっと消費電力が割高になっている状況です。はい。ですんで合計で 1600W ぐらいですね。で、この電気ケトルをね起動したら 900W、1000W 超えると思うんで 2500W ぐらいになると思うんですけども、ちょっとやってみましょう。ピーピー言いましたね。 2200W を超えてるんでピーピーになってますね。はい。ちょっとこっちは厳しいみたいです。PP 音止まりました。で、ちなみに IH 火力3だとちょうど 2000W ぐらいですね。はい。2000W とこっちで 128W なんで
2200W 以下なんで問題なく動いてるっていう格好になってますね。ちなみに、消費電力は減りが相当早いです。はい。でもね、こんだけのものが同時に動かせるっていうのは本当にすごいですね。で、出力とくればお次は入力なんで、充電の方を見ていこうと思うんですけども、こちらが今回同梱されてたもので、これが AC アダプターですね。結構サイズは大きいです。ファン付きですね。で、これが DC12V のケーブルなんですけども、これちょっと短いですね。持った瞬間わかるんですけども、50センチぐらいしかないです。で、このケーブルを本体につけるためには、このケーブルが必要ですね。で、最後はこちらのケーブルなんですけども、こちらがね、先っちょが XT60 という規格のものになっているケーブルで、これに、ソーラーパネル等を接続して本体に充電するようなんですけども、今回ね、まだ試作段階だったのか、ここから先、ソーラーパネルとこの分をね、くっつけるケーブルはちょっと入ってませんでした。はい。まあ仕方がないですね。ということでね、同梱品はこんな感じなんで、順番にね、充電実験してみたいと思います。はい、ということで、まずはちょっと AC アダプターの方で充電してみようと思うんですけども、これね、AC に接続したらね、ファンが回り始めました。だからこれずっとファンが回ってるタイプのもののようですね。で、まだね、こちらをつなげてないんですけども、消費電力がね、8W ぐらい出てるんで、コンセントつなげてるだけでね、ちょっと消費電力が発生してるようです。はい。じゃあね、本体つけてみます。はい。赤に変わりました。そしたら充電が開始されたんですけども、本体にはね、470W ぐらいで充電されてるようですね。結構早いです。爆速ではないんですけども、かなりの速度で充電できてますね。ちなみにこちらではね、530W ぐらいで今出力されてるそうです。ですんで、AC200MAX は AC アダプターをつなげたら単体で4時間半から5時間ぐらいで満充電できるようなんですけれども、これね、なんかちょっとまた変な機能がありまして、というのが、オプションパーツがまた出るようで、オプションパーツを利用したら、AC アダプターを2個つなげて、1000W ぐらいでドーンと充電できるようになるらしくて、最大で2時間半ぐらいで満タンにできるそうです。相当早いですね。で、ちなみに AC200MAX は AC200 と同様、AC アダプターとソーラーパネルとのね、同時充電ができるとのことです。すごいですね。で、次はね、ちょっと気になる走行充電も見てみようと思うんですけども、はい、今ね、接続したんで、ちょっとエンジンをかけてみようと思うんですけども、そしたらね、シガーでの充電が 100W ちょうどぐらいですね、しっかり充電ね、されてるようです。ですんで、走行充電の場合だったら、これ単体で20時間ぐらいでね、満充電できるようですね。まあそんなには走りませんけどもね。でも結構早いです。はい。ということでね、AC 充電と走行充電は分かったんで、お次はね、太陽光充電をね、してみたいと思います。ちなみにね、AC200P の方のケーブルがあったんで、この分で充電してみましょう。はい、ということでね、ソーラーパネルにつなげてみました。このソーラーパネルは、ブルーティーの純正の SP200 っていうパネルですね。で、今日の天気はね、快晴です。めちゃくちゃ晴れました。ですので、ね、たっぷり発電できると思うんで、ちょっとね、見てみましょう。120W ぐらい発電しますね。これはすごいです。今ね、朝のまだ8時なんで、日が昇りかけてる最中なんですけども、この状態でね、120W 充電できてますね。前回までのね、AC200P の方は、SP200 をね、2枚つなげないと充電できなかったのに、1枚でも充電できるようになってますね。すごいです。で、ちなみに AC200MAX は 10W からいけるそうなんで、これよりもね、もっと小さいパネルでも充電できると思うんで、ちょっとね、別のパネルでも実験してみます。はい、ということでね、ソーラーパネルをもう1枚用意しました。これはね、100W のパネルで、発電電圧がね、17.8V ぐらいのやつです。普通の 100W パネルですね。で、この状態で見てみると、50W で発電できてますね。すごいです。しっかり発電できてますね。今まではね、こんなちっちゃいパネルでは充電できなかったんで、すごいこの点はね、進化してますね。ちなみに最大 900W で充電できるんで、パネルがたくさんある場合にはね、相当早く充電できるようになってるみたいですね。はい、ということでね、AC アダプターに走行充電に太陽光充電まで見てもらったんですけども、これなんかあとまだまだちょっと充電方法があるみたいで、発電機からの充電とか、車のバッテリーからもね、別売りのアダプターで充電可能だったりとか、あとよくわからないんですけども、風力発電でも充電可能らしいんですけども、ちょっとそこは本当にわかんないんですけども、最後にすごいのがね、EV ステーションからも充電が可能なので、なんかまたその別売りのケーブルを購入すれば、道の駅とかのね、EV ステーションでも充電できるとのことなんですけども、今回ね、そういったケーブルはついてなくって、またそのオプションの発売もね、まだ先になるとのことだったんで、今回はね、ちょっとレビューできないんですけども、すいません。なんかそういった機能もあるようです。はい。ということでね、充電はこのぐらいにして、今度はね、拡張バッテリーの方をね、ちょっと見ていきたいと思います。はい。ということでね、こちらが拡張バッテリーですね。B230 っていうモデルの分で、容量が 2048Wh ある電池です。で、大きさに関しては、床面積であったりする部分は AC200MAX と同じなんですけれども、高さがね、電池の分だけなんで、半分ぐらいの高さになってますね。で、接続等のね、アタッチメントは、こちらの面にね、
全部主要機能が揃ってるんですけども、この拡張バッテリーね、ちょっと結構機能的なのが、これ、まずは電源ボタンを押したら、電池残量がね、5個の LED で表示されるんですけども、今は4つついてるんで、80% ぐらい充電されてるという格好のようですね。で、ここに本体に充電するポートがあって、ここが AC200 と接続するためのポートなんですけども、これすごいのがね、こっち側でから DC アウトプットがもう標準でついてるんですよね。だから、ここにね、USB Type-C が1つ、普通の USB が1つ。で、あと、ここがシガーソケットがついてるんですよね。だから、これ単体で、たけるくんでご飯が炊けたりとか、例えば冷蔵庫をこの分にね、ただ繋げた状態でほっとくこともできるっていう分なんで、これはありがたいってことですね。で、拡張バッテリーの充電に関しては、こちらのね、充電器が本体用のとは別に専用でこの分がついてくるんで、これで充電することが可能で、ちょっとワット数見てみましょうかね。はい、今ね、接続したんですけども、530ワットで出てますね。結構早いです。ですんで AC 接続で充電すれば、約4時間でね、満充電にすることが可能のようです。で、拡張バッテリー本体の充電に関して、またね、オプションパーツが出るようで、オプションパーツを使用すれば、車のシガーソケットによる走行充電や、ソーラーパネルでの充電が可能になるとのことです。ですので、これ車に置いといても、走行中とか停車時に充電できるバッテリーということですね。これはすごいですね。はい。で、拡張バッテリーの本来の目的は、AC200MAX に接続して容量を増やすことなんですけども、接続用のケーブルがこれなんですけども、これはね、拡張バッテリーについてきました。だから拡張バッテリー買ったらね、充電器が1つとケーブルがついてくるそうです。で、これケーブルの長さなんですけども、ちょっと測っとこうかな。一直線に伸ばした状態で 1.09 なんで、約 1.1 メートルですね。まあまあの長さがあります。ということで、接続してみましょう。これで今接続できてて、電気を送るにはこうかな、向こうと向こうかな。で、これでね、接続されたと思うんですけども、接続されてピッっていうとかそういったことは特になかったですね。で、なるほど。この分今つなげたら、こっちが増えましたね。電池残量がさっきまで 56% だったのが 62% になりました。ですんで、多分ですけども、2個の電池の平均値がここに出てるんじゃないかと思うんですよね。で、今ね、いろいろ操作したら分かったんですけども、ここのデータの部分のメンテナンスっていうところにね、バッテリーが出てきました。で、まず1はね、この AC200MAX なんですけども、こちらは 55% の容量があるんですけども、今この3の方っていうのがね、拡張バッテリーで、こちらが 70% あるとのことです。だからここでモニタリングできるんですね。すごい。で、ちょっとね、ここで気になることがあるんで、少しいろいろ試してみようと思うんですけども、この状態で AC200MAX を充電したらどうなるのかなんですけれども、よし。こちらはね、きちんと充電が開始されたんですけども、今本体の方にも充電されているようで、拡張バッテリーもチカチカしながら、こちらも充電されてますね。で、どうなんだろう。充電状態に入ったら、下側がね、充電という風に記載が変わりました。両方ともね、充電されてますね。だから電気を分配しながら、充電してるみたいですね。はい。ですんで、どっちが片方じゃなくて同時に充電されるみたいですね。ちなみにね、もう一個気になるんで、もう一個やってみましょう。このケーブルをこっちにつないだらね、どうなるのかなんですけども、この状態でもね、こちら両方とも充電で書いてありますね。だから充電きちんとされてるみたいです。ですんで、拡張バッテリーでも本体側でもどっちでもいいから AC コンセントをつなげば、線接続してる状態だったら両方とも充電されるっていう格好ですね。OK。謎が解けました。すっきりしました。ちなみにね、2台だと 4000Wh なんですけれども、充電速度が約 500W なんで、8時間ぐらいでね、2つの電池を満タンにすることができるという格好になっているようです。はい、ということでね、本体と拡張バッテリーの方に関してはね、パッと見たんですけども、これは結構すごいですね。充電もバッチリですし、びっくりしました。で、じゃあね、この電源がどういう風に使えるのかっていうのをね、ちょっとここから、ちょっと電気に頼ったことをね、してちょっと遊びたいと思います。はい、ということでね、いつもの橋の下にやってきました。今はね、ちょっと増水中で入れないんで、ちょっとね、高い位置にある、こっちの方に車止めました。で、今さっきね、雨が降ったばっかりなんで、気温が少し下がったんですけども、湿度はね、70% もあって、結構ジメッとしてるんですけども、今回ね、エアコンを持ってきたりとか、いろいろ持ってきて快適装備が揃ってるんで、ちょっとね、今相当蒸し暑いですけども、中にこもってね、AC200MAX で料理を作って楽しみたいと思います。よいしょ。はい、ということでね、今車内にこもってエアコンをつけてます。弱の設定です。で、こういう時の消費電力が 560W ぐらいですかね。ちなみにね、今のバッテリー残量は本体が 55% で、エビバッテリーが 68% ですね。で、拡張バッテリーには、今こんな感じでシガーソケットに冷蔵庫をつなげている状態で、この分でね、今冷やしてきました。ですね、食材がね、この中で美味しそうに冷えてます。はい。ということでね、ちょっと料理を作ってみたいと思います。まずは、何はともあれご飯を炊こうと思うんですけども、炊飯にはね、
今回は久しぶりにたけるくんの登場ですね。これDC12V の炊飯器ですね。はい。でこれはね、0.65 ぐらいのお米ですね。で、これをね、AC200MAX の DC12V で炊きましょう。で、炊飯。はい。そしたらね、DC 出力 99W ですね。バッテリーがね、増えてるのは、拡張バッテリーと繋がったんで、その平均の数値が出てるようになってます。はい。で、今回はね、夏といえばカレーなんで、カレーの材料を買ってきたんで、今回これでね、簡単にキーマカレーをちょっと作りたいと思います。パパッと作ります。熱源はね、IH クッキングヒーター使います。はい、ということでね、エアコンを回して調理をしてる時の消費電力が AC 出力が 1180W ぐらいで DC 出力が 109W ですね。だから合計で今 1300W ぐらいで料理をしながらエアコンを回してるという格好ですね。車内はね、もうめちゃくちゃ快適です。はい、ちなみにね、ちょっと上げてます。ということでね、料理を続けましょう。よし、次はね、お肉いきます。ちなみにね、牛の合いびきミンチですね、100g ぐらいです。そしたらね、カレールーを1かけら準備しておきます。ちょっとね、カットしておきます。細かく溶けやすいようにね。で、これにトマトジュース入れて半分ぐらい入れましょう。で、カレー粉刻んだやつ。で、すみません、隠し味に生姜入れます。あとニンニク。香辛料はね、入れたら味がキリッとするんで美味しくなります。はい、ということでね、カレーは完成ですね。なんですけども、ご飯まだですね、今ね、蒸気はかすかに上がってるんですけども、炊き上がりはまだですね。あ、炊けました。今炊けましたね。はい。で、あとね、ちょっと5分か10分ほど蒸らしましょうかね。で、蒸らし終わるのをね、ちょっと待つ間に目玉焼きも作りましょう。よし、これぐらいですかね。ちょっと半熟気味に焼きました。よし、じゃあね、料理もできたんで、盛り付けてね、いただきたいと思います。おお、上手に炊けました。よいしょ。よし、完成です。美味しそうなのができました。調理時間はね、全部で30分ぐらいですかね。で、現在のバッテリー残量が 42% ですね。だから30分で 17% ぐらいちょっと消費したという格好ですかね。あ、でもね、IH を使ってエアコンも使ってたらね、こんなものだと思います。はい。ということでね、美味しそうなのができたんで、ゆっくりいただきたいと思います。いただきます。めちゃくちゃ美味しいです。最高のキーマカレーですね。車内はね、料理をしたりしたんで結構蒸し暑いんですけども、気温はね24度まで下がってます。エアコンのおかげですね。涼しいです。ですのでね、出来たての熱々のカレーを食べてても中でね、めちゃくちゃ快適に過ごしてます。バッチリです。はい、ということでね、完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、ということでね、ご飯食べ終わったんですけども、エアコンをねつけっぱなしで食べてたんで、汗一つかかずに食べることができました。エアコンすごいですね、やっぱし。で、最終的にどれぐらい電力を使ったかなんですけれども、電池残量は 37% ですね。エアコンをつけながら料理をして22% 消費したという格好ですね。ですのでね、しっかり持ってくれた格好ですね。はい、頼もしいです。ということでね、AC200 でのね、車内での調理もバッチリうまくいったんで、
この辺で締めに入ろうかと思ったんですけども、なんかね、周りの水位が少し上がってきてるんですよね。で、ちょっとね、このままいたら脱出できなくなる可能性もあるんで、まずは家に帰りたいと思います。ごめんなさい。はい、ということでね、今回は、ブルーティーの最新ポータブル電源 AC200MAX と、拡張バッテリーのね、紹介動画だったんですけども、いかがだったでしょうか。ポータブル電源って、どんどん高出力化が進んでるのに、容量が増やせないっていう弱点を、見事にね、克服できて、しかもね、容量が約 8200Wh ぐらいまで簡単に増やすことができるんで、もう完璧にね、電気に頼った車中泊が可能で、エアコンだったら10時間動くであったりとか、調理家電だったらね、動かない家電はないぐらいのものが使えるんで、本当にめちゃくちゃ進化したなというふうに思いました。ですんでね、ポータブル電源で楽に安全に車中泊がしたいなというふうに思われている方は、本当にね、AC200MAX は個人的にはめちゃくちゃおすすめな電源なんで、AC200P を買おうと思っている方は、これ8月の末には手元に届くらしいんで、もうこっちの方が絶対いいと思いますんで、この AC200MAX をね、予約されてみるのがいいんじゃないかと思います。はい。で、ちなみにね、僕使ってみてちょっと残念だったなと思う点が、このケーブルで、というのが、このケーブル、頭がこれぐらいの大きさがあるんで、電源やバッテリープラス、これだけの幅が必要になってくるんですよね。ですんで、車内に置いとこうと思うには、本体プラス12、3センチの長さが必要なのと、あとケーブルがね、全部合わせて 1m10 ぐらいだと思うんで、車内に置くにはケーブルが少し短いんですよね。ですんで個人的にはこのケーブルもう少しね、頭を短くしてケーブル自体をね 1.5 メートルとか2メートルとかっていう単位のものを出してもらって利便性を上げてくれたらね、すごくいいなと思いますんで、拡張バッテリーの置く位置が確保できる方はものすごくいい電源だと思うんで、皆様ね、よかったら概要欄の方にリンクを貼ってありますので、こちらの方から詳細の方をね、確認してみてやってください。はい、こんな感じですかね。ということで今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。